皆さん、こんにちは。レンです。今日は日本語脳の作り方についてお話をしたいと思います。日本語でスラスラ話したいと思っているあなたに、日本語脳を作る方法をお伝えしていきます。英語で考えてから日本語に訳すから話すのが遅くなる。単語の順番がわからなくて止まっちゃう。日本語で考えたいけど、どうすればいいのかわからない。そんな風に悩んでるなら、この動画はあなたのためのものです。まずは、英語と日本語の考え方の順番の違いを見ていきたいと思います。英語は I、自分からスタートして何をしたか、どこで、いつと内から外へ情報を広げていく感じです。いわゆるズームアウト型って言います。でも日本語は反対です。時間、場所、人などの周辺の情報から話し始めて、最後に何をしたか動詞で締めます。つまり、外から内へズームインしていく感じです。このズームイン型の思考が日本語の鍵です。日本語脳を作る3つのコツ。じゃあ、どうすれば日本語脳を作れるの？ポイントは3つです。まず、周辺情報から話すこと。時間、場所などです。そして動詞を最後に置くこと。最後は日本人の言い方をそのまま真似することです。この3つを意識するだけで会話のスピードも自然さもぐんとアップするよ。例えばこんな文。昨日駅前のカフェで日本語を勉強しました。訳すると I studied Japanese at the cafe near the station yesterday。 英語ではまず I studied Japanese at the cafe yesterday というように自分からスタートして情報をどんどん足していくズームアウト型。でも日本語では昨日駅前のカフェで日本語を勉強しました。外の情報から中心に向かって話すズームイン型です。昨日いつ駅前のカフェでどこで日本語を何を勉強しました。どうしたという順番ですね。これが日本語脳の考え方です。じゃあ実際に練習してみましょう。英語だと I went to karaoke with my friends on the weekend。 この文、英語では I went to karaoke with my friends on the weekend っていう感じで自分のことからスタートして情報を足していくズームアウト型です。でも日本語だとこうなります。週末に友達とカラオケに行きました。週末にいつ友達と誰とカラオケにどこへそして最後に行きました。メインアクション何をしたかというところですね。外から内に向かって情報がズームインする構造です。これが日本語脳の特徴です。こういう順番で話す練習を繰り返すことでだんだん日本語の流れが身についてきます。日本語の会話では返事やフィラーも大事です。例えば返事、そうですね、そうなんですか、なるほど。フィラー、これらを上手に使うと会話が自然になります。そう、例えばね、相手が何か言った時に、そうなんですねって返すと、相手も話しやすくなります。実は言語学習は脳科学的にもとっても脳にいい影響を与えるそうです。東京大学の研究によると新しい言語を学ぶことで脳の活動が活発になって記憶力や集中力が向上するんだって。だから日本語を学ぶことは脳のトレーニングにもなるんだよ。
そう、ということで、英語脳から日本語脳へ切り替えるには、ズームインの発想が大事。周辺情報から集めて動詞を最後に持ってくる練習をしましょう。ネイティブの表現を真似をして自然な日本語を身につけましょう。返事やフィラーも上手に使って会話をスムーズにしていきましょう。日本語学習は脳にもいい影響を与えます。最後まで見てくれてありがとう。この動画が役に立ったらぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ最後にあなたも日本語脳で文を作ってみてください。質問は最近どこで誰と何をしましたか？例えば昨日友達と図書館で勉強しました。今朝一人でコンビニに行きました。コメント欄でぜひ自分の文を投稿してみてね。あなたの日本語で作った文で大歓迎です。私がチェックして必要があればアドバイスもします。アウトプットすればするほど定着するからね。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。